はい。はい。じゃあ、ちょっと僕の方から画面共有したいと思いまはい。よろす。しくお願いします。じゃあ、なるみもちょっと消えます。時々ガヤで出てきます。はい。今日は聞いてくださってありがとうございます。で、これ本当に今何も音が聞こえてない状態なんで、手応えゼロなんですけど、ぐだぐだしないように、ちょっとお話できたらなと思います。で、今日は、フーディニの使って、ちょっと 2D のグラフィックスを作ってみようみたいな内容でやっていこうかなと思ってるんですけれども、なんか先にちょっと断り書きをしておくと、結構その、ジェネラティブアートってものにかなり興味があって、で、まあ、フーディーの具体的な機能にある程度通じてる人を前提とした話になってしまうと思うんで、結構置いてけぼりになってしまう方っていうのを作ってしまうかもしれません。で、その時は、ちょっと皆さんの反応を見つつ、その、基本的な操作だったりだとか、機能の解説とかも交えながらも、基本はなんか、ある程度、まあ、例えば、まあ、ボロノイ分割とかなんかそういう話とか、細かいアルゴリズムの解説は加えずに、こう、バンバンバンとこうサンプル、細かいところはサンプルファイルを見てってねっていう感じでやっていこうかなと思います。で、一番最初、一応、なんかレジュメ的なものをイラストレーターで作ってきたんですけども、簡単に自己紹介すると、橋本漠と言います。で、普段は本当映像作品作ってまして、で、まあ、コマ撮りだったりだとか、ピクシレーションだったりとか、あとなんか、ウェブ作品とか、あとアルバムのジャケット作ったりとか、いろいろやってて、で、フーディーに関しては、まあ、ここ最近なんか、CG を真面目に勉強してみようかなっていう段階で、まあ、4年ぐらい前から勉強し始めてまして、で、ちょこちょここういう感じで映像作品を作ったりとか、グラフィックを作ったりとかして遊んでいる程度のたしなみです。なので、本当にそのプロダクション、映像系のプロダクションの中で、結構、まあ、VFX とか、まあ、フォトリアルな CG だったりだとか、そういったものを作っている方とはちょっと違う使い方をしがちなので、そういった方が見ていたとしても、まあ、笑って、ふーんっていう感じで見てもらえたらなと思います。で、これは、この辺りのグラフィックは全部、フーディーニで作ったグラフィックになります。なんかこういう感じで、なんか、粘土みたいなルックのやつとかも、実はフーディーニで作ってたりします。で、先ほどサンプルファイルを共有してもらったと思うんですけども、あの、一応そのチュートリアルとかワークショップっていう形でやるっていうふうにお話を伺ってたんですけども、なんかいろいろ準備してるうちに、あんまりその最終的なこの完成絵を作るためのステップを一個一個解説していくっていうふうにやっちゃうと、まあなんか僕の好みの押し付けになってしまうんで、なんで今日はなんか気が向いた人はこんな感じの作ってもらいつつ、基本はなんか話だけ聞いてもらって、で、なんかこういうアイディアとか、ああいうグラフィックの描き方とかあるんだなっていうのをなんか、こう、チップス的に覚えて帰っていただける感じのものをこうご提供できればなと思います。で、これめちゃめちゃ難しいですね。こう、本当に僕が一人で話してるだけなんで、はい。はい、オンリーだけしてもらえるとすごい助かります。あ、了解です。こう、人の環境音が聞こえているだけでだいぶ話しやすくなるんで、あ、わかりました。結構そうなんですよ。虚無に始まってだんだん慣れてくるんで、楽しんでください、逆に。そうですね。かなり、かなりひょぶってるんで。で、まあ、今回のワークショップのキービジュアル的に作ったグラフィックがここにあるんですけれども、まあ、これあんま、フーディーニをあたかもその 3D のためのツールとか、ムービーのためのツールじゃなくて、そのベクターベースの 2D グラフィックスツールとして使ってみようっていう、なんかそういうサンプルがこれです。で、まあ、サンプルファイル開いてもらった方のほとんどが多分エラー出ると思うんですよ。そのアセットが足りてませんよ、みたいな感じの。で、それはあくまでこのエグザンプルっていうノード、今回のキービジュアル用に用意したそのサンプルのノードが依存しているそのアセットがいくつかサードパーティー製のものがあって、それをインストールしてない場合に出るだけなんで、気に
気にしない方は気にせず、こいつをオフってしまえば大丈夫です。で、最初に、まあ、こんな画面はあんまり出てないと思うんで、多分最初、本当、グダグダで申し訳ないです。なんか、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。なんか、最初多分おそらく皆さんの画面にこんな感じのよくある画面が出てると思うんですよ。で、今回その、奥行きっていうその情報を一切使わないで、この X、Y 平面だけで作業していこうと思うんで、一旦この見た目をパースペクティブからフロンタルビューポートに変更して、で、X と Y だけがこういうふうな平面的に見えている状態にしてもらえると、すごいやりやすいかなと思います。で、デフォルトだとこういう青色の背景になってるんですけども、これなんかあんま色的にテンション上がんないんで、僕はいつもディスプレイオプションで、まあ、ダークかグレイ、バックグラウンドタブのカラースキームのところからダークかグレイとかにしてあるとちょっとワイヤーフレームとか見やすくなるんで、僕はこういう風にしてます。で、まあ、グリッドもここでオンオフできるんですけども、時たまない方が嬉しかったりするんで、適宜消したりつけたり消してください。で、この状態で解説を進めていきたいと思います。で、一番最初に、最初の50分でやりたいなと思ってたのが、そもそもちょっと僕、時間配分が全然分かってないんで、あの、めちゃめちゃ時間余ると思うんですけども、そしたら Q&A します。そうですね、Q&A で。皆さん質問を考えておいてください。はい。一番最初にやりたいなと思ってたのが、プレクサススタイルワイヤーフレームって、あると思うんですよ。調べてみますね。なんか、ジェネラティブアートつったら、まずこれでしょ、みたいなルックがあると思うんですけども、要はこういう風な感じで、まあ、ワイヤーフレーム、その点群をワイヤーフレームで繋いで、なんかわちゃわちゃわちゃってこう、かっこいいですよ、みたいな感じで見せていく、こういうルックってもう、なんていうんですかね、死ぬほど見たと思うんですけど、なんか、これのなんか、もうちょいおもろいこねくり回し方ないかなっていう、なんかバリエーションの作り方をなんかやっていきたいなと思います。で、まあ、そのあたりは全部このノードの中にあるので、この中見てもらえたら僕の話聞かなくても分かってもらえると思うんですけど、まあ、この中、でもいいですね。適当にアッドノードを追加しまして、で、アッドノードっていうのは、まあ、点とかポリゴンをマニュアルで追加できるっていうソックス、サーフェイスオペレーションノードになります。で、これで適当に点を2個ぐらい追加してもらって、で、ここをクリックしてドラッグすると、点がこういうふうに2つ追加されますと。で、まあ、こいつをこう、ポリゴンで0、1っていうふうにやると、繋がったりとかするんですけども、なんか、一番シンプルに、こう、ワイヤーフレームを書く方法って、2点があったとして、そこを直接1本のワイヤーフレームでつなぐってことだと思うんですよ。で、なんか、これやっちゃうと、大体見た目が面白くなくなっちゃうっていうか、例えばそのさっきのプレクサスノード、プレクサススタイルワイヤーフレームをフーディーニ上で再現してみようと思うんですけども、じゃあ、グリッドを、グリッドをまず作ってみます。で、今、グリッドって作ってしまうと、XZ 平面になってしまって、XY、フロンタルビューから見ると、こう、ぺったんこになってしまうので、オリエンテーションを XY プレーンにしてやると、こういうふうに、こう、フロンタルビューでも、こう、整体して見えてくれます。で、とりあえずまずそのワイヤーフレームでつなぐためのポイントクラウド、点群を作りたいので、こいつにスキャッターノードを追加してやると、こんな感じで点々がたくさん見えてくれます。で、嬉しいなっていう感じで。で、なんかいくつかこの点同士の
結ぶ方法ってあるんですけども、今回ビルトインのノードだけ使ってやりたいんで、あとラングルとかベックスのコード書くのもめんどくさいんで、とりあえずそのトライアンジュレート 2D っていうノードがあります。でこいつをこう追加してやると、なんかいい感じのこういうワイヤーフレームができてくれると。で、今ワイヤーフレームっていうよりは面を貼ってくれてしまっているんで、こいつをその面ではなく線に変換するために、コンバートラインを追加してやると、ポリゴンっていうのがそれぞれ辺を結ぶポリライン、線の集合になって、いかにもワイヤーフレームっぽくなります。で、ここまでやってみた感じなんか、見覚えあんなみたいな、デジットしてんなみたいな感じに多分なると思うんで、もう一回ちょっと話を戻って、結局この点群の中の任意の2点をどういうふうにしてつなぐとおもろいかっていうところでこねくりますっていうところに一回戻ってみたいと思います。で、一番シンプルなのはこういう感じで、こういうふうな2点があったときに直接つなぐっていう方法があるんですけども、なんか個人的になんか面白いなと思ってるのは、そのつなぎ方のこう空間を変えてみるっていう。例えばそのマンハッタン距離っていうのがあるんですけども、タクシーキャブスペースメトリックスとかって呼ばれたりするんですけど、なんかこういうふうな2点があったときに、直接つなぐのは、ユークリッド距離って呼ばれてるんですけども、そうじゃなくて、マンハッタンの5番の目のようなグリッド上を最短距離で行く方法を、マンハッタン距離って言ったりするんですけども、このなんかジグザグでつないでみるとなんか見た目面白そうだなって思うんで、一回それでやってみようと思います。とは言っても、もう全部ノードとして準備しちゃってるんで、全然面白くないっていうか、具体的にどういうふうにしてやりゃいいのかっていうのを、このコードをこう細々説明していってもいいんですけど、これ説明聞きたいですか、成美さん。はい、聞きたいです。はい。そうですね。じゃあちょっとやってみようと思います。本当グダグダですみません。じゃあまずこの、2点を結んだこういうふうなプリミティブが1個あって、で、ジオメトリー全体でも2つのポイントを含むこういうノードを一回考えてみます。で、この下に、なんだっけな、何でしたっけこれ。ディティールアトリビュート使ってるんですね。そんなめんどくさい方法を取ってるのか。じゃあ、とりあえず、その、ラングルをちょっと追加したいと思います。で、プリミティブでも何でもいいんですけども、ラングルノードをここに追加してやって、で、こいつを、ランオーバーのところをプリミティブにしてるんですけども、一旦ディティールにしてやろうかなと思います。で、そのラングルノードのこう1個目のインプットにつないでしまうと、完全にこの元のプリミティブっていうのが見えてしまうんですけども、最終的にここをこうジグザグとつないでやりたいんで、こいつは一旦消してやろうかなと思います。remove プリムっていう関数で、プリミティブが1個しかないんで、これで消えてくれるんじゃないかと。消えてくれた。よし。でこういう感じで2つの点だけが残った状態になります。で、なんか考え方としては、この0から1へと線をつなぎたいんですけども、こう中間になるポイント、中継地点をジグザグと作ってやろうっていう
考え方です。で、これ説明難しいな。とりあえず、えっと、あの、こう0と1、ポイント0、ポイント1の、ベクター座標を一回取ってやろうと。ベクターの、ポイント0イコールポイントの P の0。これで、こいつに0の座標が3次元の情報で言ってます。で、こいつをコピーしてやって、今度1個目のポイントの座標を取っていきます。で、なんだろう。例えば、x から、0から1に行くときに、最初に x 軸方向に進んでやってから y 軸方向に行ってやるっていう方法を取るのか、それとも先に y を行ってから後で x 軸を1に合わせてに行くのかって2つ方法があると思うんですけども、これは一旦なんていうんですかね、こうX の方から行くっていうふうに統一してやってみようかなと。はい、で、中間地点っていうデータを、ベクトル型で作ってあります。で、中間地点の、X が先に P1 型に、P1 の X に来てほしいので、P1 の X にしてやると。ただ、中間地点の Y の値は今度0に合わせてやりたいんで、ミッド Y は P0 の Y にしてやると。で、これ何もしてないと、000が入ってくれるんで、Z は無視して大丈夫です。で、ここで add ポイント、で、0個目のジオハンドルに、このミッド、中間地点を追加してやると、ここに中間地点が出てきてくれます。こういう感じで。逆に、こっちじゃなくて、Y を先に行ってほしいときは、はい、この順番を入れ替えてやると、こっちが行ってやると。で、どっち側から行くかっていうのはランダムに切り替えてしまえばいいんで、はい、こういう感じで。本当に僕の周り、本当フーディニーを使っている方がゼロで、完全独学でやってるんで、説明が非常に難しいんですけど。似てる方ってなんかこのマンハッタンとかっていうノード、普通なんですかね。私もなんかフーディニーそんなに見つかんないんで。いや、マンハッタン距離は、はい、ただの数学の概念なんで。なんかそういうのすらフーディニになんかもうデフォでノードとしてあるのがすごいなと思って。いや、これフーディニのデフォのノードじゃなくて、あくまで考え方として、つなぎ方として、直でつなぐんじゃなくて、5番の目をつないでいくと、ブロック的におもろいよ、みたいな話ですね。なんか、ごめんなさい。UI っていうか、ウィンドウの中にマンハッタンっていうオペレーターありませんでした？マンハッタンって僕が自分で勝手にリネームしてつけてくれた。了解です。で、中継地点を追加したんで、最後この点を順番に結んでいこうかなと。で、ベックスの関数で、プリムっていうのがあるんで、プリムで、第一引数は0でよくて、ジオハンドル0なんで。で、二つ目が、ポリゴンではなく、ポリライン。要は終点と支点を持つ線でつないでほしいんで、2つ目の引数をポリラインにしてある。で、あとは、0、2、1っていう順番でつないでやればいいんで、0、2、1でつないでやると、こういう風な感じで線が立ち現れます。はい、で、この状態でこの2点をこういう風に移動してやると、すごい。結構楽しいなみたいな。楽しいですね。ちょっと線が見づらいんで太くしてやりましょう。スイープを追加してやって、で、若干太さをつけてやって、で、ラディウスをちょっとこういう風にしてやると見えやすいかな。見やすいですね。そうですね。楽しいなっていう。なるほど。で、大体僕がジェネラティブになんか作るときに、
なんとなく指針にしていることがいくつかあって、なんかここにこうまとめてあるんですけども、なんかいくつかあって、で、ツールの性質上若干やりづらいけど、不可能ではないけども、あんまりこすられてないルックとかディティールをつけてやると、あんまりジェネジェネしく見えないっていう、なんか僕の中の経験則がありまして、で、だいたいフーディーニで作ると、基本はそのポリゴンベースのツールなんで、直線とか点ばっかしになっちゃうんですよ。で、それはあんま面白くないんで、だいたいフーディーニっぽくなく見えるのって、円弧とか曲線とかが入ってると、急になんか、これ何で作ったんだろうっていう感じになってくれるんですよ。個人的な感覚なんですけど。めっちゃわかります。はい。だから、なんか僕が結構やりがちなのは、なんかカクカクしていかにもデジタルくせえなと思ったら、だいたいその角っちを丸めてやるっていう。で、幸いなことにポリベベルっていうノードがフーディーにはあるので、ここから出力した、ポリラインを接続してやると。で、こいつは本来はその 3D のモデルに対して R をつけてやる、そのエッジ部分を丸くしてやるノードなんですけども、このグループタイプをポイントにしてやって、でグループ全部にしてやると、だいたいこう、横からこう、R、チャンファーなんていうんですかね、R みたいなのが出てくるんで、これサンプル数を上げてやると、丸くなってくる。便利。なるほど。すごい楽しくて。これは楽しいですね。だいたいポリベベルを。すいません。聞いてた皆さん、リアルタイム配信中はスクショ OK です。ってちょっと言いたかった。なんかさっきの、バクさんの、秘伝の5行ぐらいあったじゃないですか。秘伝の5行。秘伝の5行というか、1個のウィンドウの方の言葉、もう一回映せますか？これですね。これですね。ちょっと全体配慮に、はい、皆さんスクショしてください、これ。これ多分この内容、サンプルファイルとかアップしないまでも、その、レジュメ的なものを多分、後でまとめてシェアしようと思うんで。そうなんです。ありがとうございます。後でシェアできるみたいです。スクショも OK ですよっていうのをちょっとお伝えしたかったです。ありがとうございます。はい、わかりました。なんか、いくつかある中で、距離空間を考え直してみるっていうのと、あとツールの性質上若干やりづらいことを取り入れてみるっていう、この2点を一応このグラフィックでやってみたんですけども、そういう感じで僕は、感覚でグラフィックを作ってます。こういう感じで。いや、でもそのジェネっぽさから、なんか逸脱しようじゃないけど、どうやってそのマニュアル感出すかっていうのを、こういうちょっと結構細かい工夫でできるもんなんですね。もうあるオペレーターの中で勝手に制限かけちゃうなっていうところもあったので、めっちゃ勉強になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この線だけだとちょっと、だからなんないよっていう感じだと思うんで、一旦こいつら、これは、コネクト、マンハッタンっていう、名前でも付けといて、じゃあこいつを先ほどの、このいかにも見たことあんなみたいなワイヤーフレームに、適用してやると、どんな見た目になるかなっていうのをやってみるとすると、これは今、その一個一個が、ちょっと待ってくださいね。一個一個の、プリミティブを見ていくと、こういう感じで、一つの、ポリラインと二つのポイントからなる、ジオメトリの集まりになってるんですよね。はい。で、なんで、この一個一個を全部、こういう感じのつなぎ方に置換してやるっていう方法が使えそうなんで、はい。でそれをやる方法がいいノードがあって、for each っていう、そのループを回して一個一個を、変換してやるっていうノードがあるんで、それでやってみたいと思います。で、今回は、
線ごとに置き換えをしてやりたいんで、for each primitive をこの下に追加してやると。すると、シングルパスで見ていくと分かりやすいですけど、この一個一個のこうプリミティブにこう抽出して何かエフェクトをかけることができます。なんで、あとはもう単純な話で、この Connect with Manhattan と、ついでなんで、ポリベベルをコピーしてやって、で、この間に挟んでやると。すると、これがない状態はただの直線ですけど、こいつをオンにしてやると、こんな感じで曲線でつながってくれます。で、今、シングルパスになってるんで、そいつをオフにしてやると、なんかすごい、キモい感じのすごいグラフィックができて、あんまりこういうワイヤーフレームのつなぎ方って、これよりはなんか見たことない感じのができたぞっていう、嬉しいなっていう感じですね。すごい。なるほど。この状態でこう、くねくねしてやると見た感じも面白くて、ただあんまりそのポリベベルが、ポリラインの、角を丸めるのに向いていないのは、こういう感じでその半径よりも、こう幅の狭い R 部分の丸め方がなんか変な感じになるんですよね。こういう感じで。こう正確な円弧になってくんなくてキモいんですよね、これ。はい。なんでこうなるの？そういう仕様ですね。そもそも、3D のメッシュに対して使うものなので。結構無理やりやってくる。はい、無理やりやってるんで、なんとなく最近、これが嫌だなと思ったんで、個人的にフーディーニのアセットを作りまして、でサンプルからはすでにリンクされてると思うんですけども、ラウンドコーナーズっていうのを作りまして、これどうぞ自由に使ってくださいっていう感じなんですけども。めっちゃありがとうございます。ラウンドコーナーをポリベベルの代わりに、使ってやると、もうちょいなんか見た目が正確になってくれるというか、ポリベベルに比べると。もう一回、本当だ。ポリベベルでやってしまうと、これポイントで、ポリベベルでやってしまうとなんかこことかなんか変な感じになっちゃうんですよね。こういうのが消えて、わりかし正確な円弧で R をつないでくれますっていう。確かに、見たことないのに秩序がある感じに急に見えますね。かわいいな。かわいいね。こっちの方気持ちいいですね。はい。で、これの状態で線に太みを持たせるのは、先ほどちょっとやったんですけども、スイープノード。で、スイープノードで、デフォだと多分おそらく、こんな感じで、警告が出てると思うんですけども、これっていうのは、スイープノードは、金太郎飴ノードみたいな感じで、金太郎の断面の形状と、あとそれをどういう風にして伸ばしたいかっていうスプラインを、それぞれ2個目と1個目に入れてやると、金太郎飴を作ってくれるっていう。で、その金太郎飴の断面が2つ目なんですけども、クロスセクションっていう。ここが今入力されてない状態だと、金太郎飴の作りようがないんで、何も出てない。で、警告が出てる。で、それを、めんどくさいんで、サーフェイスシェイプ、その金太郎飴の断面を、2つ目のセカンドインプットではなくて、ラウンドチューブとかリボンに書いてあると、とりあえずこういう風な感じで線が出てくれます。なるほど。なんか当てなくても、なんかもうデフォルトで何個か用意してくれてると。そうですね。当てなくても。で、こういう感じで、このままだと終端が、なんていうんですかね。潰れてます。潰れちゃって、なんかあんまりビジュアル的にかっこよくないんで、エンドキャップでグリッドっていうのをつけてやると、こういう風な感じで、角を丸めてくれるんですよね。これやってやると、その終端が若干綺麗に見えて気持ちいいっていう。このオペレーターの中にもそんないろいろしてくれるのあるんですね。してくれる。かわいい感じ。はい。で、だいたいこれもなんか見たことあるかもしれないなっていう、やってる人いそうだなっ
って思うんで、もう少しこねくり回すとすると、こういうポリゴンベースのツールなんで、線を変えた時にも、同じ幅の線がつながりがちなんですよね。全部同じ幅。なんかそれが結構デジタルっぽく見えてしまうんで、なんか個人的に好きなのは、線幅を支点から終点にかけて、こう、段階的に変えてあるっていうのが個人的に好きです。で、それができる方法がありまして、このスイープノードの下の方にスケールっていうのがあるんですけども、これやってやると、支点から終点に行くに従って、スケールをこういうふうにこう変えてやることができるようになります。でなんか、こういうふうにするだけでもなんか見た感じ、可愛いなっていう感じなんですけど、個人的にハマってるのは、真ん中を細くして、中心部分を太くしてやるのが好きです。こんな感じで。アンカーポイントっていうのかな、その点何個か作れるんですか？はい。これはもうここをこうクリックしてやると好きなように追加できます。で、今、そのアンカーポイントからアンカーポイントまでの保管もリニアになってるんですけども、はい。丸めたい。はい。インターポレーションを B スプラインに書いてあると、はい、こういう感じで、こう有機的に変えることができます。で、言うてこれ、この線のこのポイントに対してしか太さを設定できないんで、この中心部分っていうのは、点がない長い直線部分っていうのは、全部線が同じ幅になっちゃうんですよね。だからそれをこう解消するために、だいたい僕はリサンプルノードを追加して、線を細かく分割してやった状態でスイープをかけてやると、すごい、めっちゃかわいい。こういう感じで、これないのとあるのだと、真ん中部分もちゃんと太さがグラデーションで変わってくれるっていう、こういう感じでなんか可愛いグラフィックできたなみたいな。どうやって作ったんだ感ありますね、本当に。これ、XY 平面ってやってるのがすごいですね。なんか、奥行きあったらちょっと角度でもしかしたら見えるかもしれないけど。そうですね。これ 3D で見ると本当にただのこういうやつなんですけど、なんか 3D ツールだからって言って、その 3D っぽさをこうちゃんと活かしてある必要は特にないと思ってるんですよ。で、なんとなくこの方に原則としてあるんですけど、スペック的にやれることを見せびらかしすぎない方が、なんていうんですかね。こう、逆に均質化して見えなくて済みますよっていう。確かに。なんで、3D ソフトではあるし、言ってしまえばタイムラインのあるソフトではあるんだけども、3D も、タイムラインも一切使わないで、こういう XY 平面だけで作業してやると、結構なんか見えなかった使い方が見えてきて楽しいなっていう。いや、めっちゃ面白いです。あえてそのソフトウェアが押してるところを使わないで、なんか制限自分で作ってやるっていうのめっちゃ面白いですね。逆に均質化しないの。なるほどって思いました。こういう感じですね。ありがとうございます。で、あと、第一セッション的なのが5分で終わるんで、これはもう、説明しきれないんで。ごめんなさい。第一セッションあと15分なんですよ。そう、本当ですか。はい。すいません。第一セッション16時まで。はい。じゃごめんなさい。ちょっと、時差的に質問っていうか、お願いが来たんですけど、もう一回最初のラングルノードの VEX 見せてくださいっていうのがあって、貼ってくれ、ちょっとチャット欄にコピペってできますか？はい、いけます。これですね。で、ちょっと待ってくださいね。これリストに貼った方がいいのでは。そう、私の、メッセンジャーとか中に貼ってくれたら私が。はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと視聴者の方お待ちくださいね。どうでしょうか。ちょっと待ってください。なんかこれは
サンプルの中にも入ってるんで、もし時間があったら後で覗いてみてください。あれ、どこに貼られました？YouTube のコメント欄に直接貼りました。ありがとうございます。はい。で、もう少しこの2点のつなぎ方の応用例として、マンハッタン距離とは言いつつ、この1回の曲がり角で A と B への点0と点1をつないでしまったので、これはもう少し細かくつないでやっても面白いなっていう例もあります。これとかもちょっと解説加えると、なんですかね。まずこういうインプットの2点があって、それに合わせて、こういうふうなグリッドを作ってやると。で、このグリッドは、こういう感じのベックスじゃないや、エクスプレッションで書いてあると、ちょうど2点のコーナー部分に、グリッドの角が来るように配置できるんで、で、点を先にこういうふうに作ってやってから、アッドノードで、この間をどういうふうにしてつないでいくかっていうのを、いくつかバリエーションを作ってみるんですよ。こういう感じで。で、輪ゴムじゃないや、虫ピンみたいなやつが、パチンコの台みたいな感じであって、そこに輪ゴムを通していって線を描きましょうみたいな遊びあるじゃないですか。なんかあの感じのノリで、先にこういう風な感じで終点と支点に対してピンをたくさん打ってやってから、その間をどういう風にしてつないでやるかっていうバリエーションをこういう風な感じでいくつか作ってやると。で、そいつをランダムにプリミティブごとのシードでも何でもいいんですけども、ランダムに切り替えてやってやるっていう作り方で作ってやると、ちょっと説明下手ですいません。ただ単なる一回。ちょっと、視聴者の皆様ごめんなさい、前後しちゃって。さっきのベックスのコード、なんか多分 YouTube 貼られてないんですけど。本当ですか？もしかしてさっきのテストに貼っちゃったかもしれない。いえ、多分 YouTube に貼られてまして、で、ありがとうございましたっていうコメントもついてるんで、大丈夫です。そうなんですね。はい。了解です。なんか見えなかったので。ありがとうございます。OK な。届くべき方に届いてるなら OK です。で、こういうふうな適当につないでやったやつをさらにラウンドコーナーしてやると、2点をつなぐんだけども、こういうふうな迂回とかをしてやったりとかして、さらに見た感じがおもろくなるっていう、ディティールをもう一段加えられるっていう、あったりだとか、これの細かい仕組みっていうのは、見てもらった方が早いと思うんで省略しますけど、個人的になんとなく気になってる、ここ数年気になってる2点のつなぎ方が、年単位ね。ドゥビンズカーブっていう方法がありまして、で、これっていうのは何かっていうと、今一旦この2点に対して方線を新しく加えてやってるんですけども、ちょっと見えますかね。見えてますけど、すごいシュッって感じですね。シュッっていう感じですね。ちょっとこれを大きくしてやります。スケールベクターで。違うわ。スケールノーマルだ。これで見えるか。すごい見えます。なんか点と点をただつなぐんじゃなくて、点に対してもう1個とか2つとか付加情報を追加してやって、でその付加情報を元にしてつなぎ方を変えてやるっていうのもなんか個人的に結構好きな方法なんですけども、今回はとりあえずその方線、向きっていうのをここに追加してやりました。でこれアトリビュートは N としてるんですけども、一応。でこれでぐるっと回転させたりとかもできるようにしてるんですけども。で、このドゥビンズパスって何かっていうと、点0からこの方線の向きで出発して、で、車に乗ってると仮定してください。で、
車のそのハンドルを切った時の小回りの最大半径が、最小半径がこのぐらいですみたいな、そういう風な車に乗った時に、この向きから出発して、はい。この向きに、この点位置のこの向きに停車するために必要な移動方法のうち最短のものをドゥビンズパスすごい。ついてて、そんなのあるんですね。でこれざっくりワーマンがオープンフレームワークスで実装していて、まあ、おもろいなと思って。車業界とかが使うアルゴリズムなんですか？そうですね、なんかロボコンとかで結構使うんじゃないですか。あ、ロボット、なるほど。はい、ここから出発してここに行くっていう。で、これ変更してもらうと分かるんですけど、こういう風な感じで、ここからぐるーっと回って、こう駐車しますとか、あるいは、こことかもこう、最短経路が変わるんですよね、こういう風な感じで。その方線方向に出発してって、コーナー切った時に着く最短距離。そうですね。スピードとかあんま関係ないですかね？スピードは関係ないです。へハンドルを切る時も等速でいけると仮定して、こういう風にこうハンドルを切ってやって直進して、こうまたハンドルを切ってここに行ってやると最短で、車を移動できますよっていう、なんかそういう曲線なんですけど、なんかこれ結構なんかもういじっててもめちゃくちゃ楽しいんで、最近よく使ってます。で、これを、この Dubin's パスを使って、さらに先ほどのこの見たことある感じのワイヤーフレームを置き換えてやるとどんな感じになるかっていうと、これをまたコピーしてやって、で、このマンハッタンいらないんで、この間につなげてやると。で、今このワイヤーフレームに対しては、方線っていう、アトリビュートがない状態なんで、一旦適当な方線アトリビュートを追加してあります。ランダム。アトリビュートランダマイズだといい感じのランダムな、アトリビュートを追加できるんで、こいつを挟んでやって、で、方線を追加したいのは点なので、ポイントなんで、それはこのまま。アトリビュートネームを N にしてある。で、これで今、ある程度ランダムになったんですけど、これまあ、だいたいその、右上の方向いっちゃってるんで、こいつを、ノーマルに書いてやると、まあ、変なあっちゃなっちゃってくれます。それを先ほど作ったDubin'sパスで置き換えてやると、なんかエラー出てるな。なんでだろう。これなんでしょうね。これなんでだろうな。まあ、よくわからないんで、これはなんだろうな。なんでこんなエラーが出てるんだろう。事前に作られた Dubin's のやつが。いや、言ってますね。こんなのができますっていう。全く僕もどういうことかよく分かっちゃいないんですけど。各点から各点にコーナー切った時の最短距離なんですよね。最短距離でつなぐと、こんな感じになってめっちゃ面白いんですよ。今動かしてるスライドって何？っていうのは、車がどのぐらい小回り利くかっていうやつですね。すごい。ハードウェア。車側の。ハンドルを最大限に切った時の最小半径が今 0.36 の状態だとこうなります。で、これ0にしちゃうと元のワイヤーフレームと同じになるんですけども、これでかくしていくと。めっちゃ面白い。渦巻きみたいな、なんか可愛い感じになる。可愛いです。で、これ多分どなたかに実装してほしいんですけど、これもっと面白いカーブがあるんですよ。で、リーズシェップカーブっていうのがあるらしくて、でこれはそのDubin'sパスっていうのは正面にしか進めない車の最短距離だったんですけども、リーズシェップカーブっていうのはバックもできる、ギアをバックにも入れられる車における最短距離っていう。だから、
放線は A 前、からどう光線はもちろん前なんですけども、途中で切り返してバックもできるっていうバージョンなんああ、ですよ。なるほど、なるほど。あ、その点に行ったら戻れるってことか。はい。はいはいはい。だから Q1 から QY から QG へ行くとに、はい。ドゥビンズパスだとぐるっと回って、うん。こっち側をぐるっと回ってこう行くんですけども、うん。リーズシェイプカーブだと、ここでバックして切り返して、また切り返してこう行く方が近いんですよ。うんうん。あ、これでなるほど。この2点をつないでやると、めちゃめちゃおもろいカーブになるんじゃないかって個人的に思ってるんですけど、そもそもこのドゥベンズパスのアルゴリズムとかも含めて僕大して理解してなくて、ちょっと待ってください。適当に、この、はい、切り替える2点っていうのは与えるんじゃなくて、ただ、バックもできる車だと、前しか行けない車と別の最短経路が出てくるってことですか？そうですね。なんで？この2点を指定せずに、いろんな全パターン、左に切ってバックしてとか、右に切って直進してとか、あらゆるパターンを総当たりで見てって、その中で一番短いやつを。なんか車詳しい人呼んで作っていただきたいですね。そうですね。なので、でも、すごい。このプロジェクトファイル CC0 とは言ったんですけど、この中に含まれているコードに関しては結構写経して適当なそのライブラリから引っ張ってきているのもあるんで、そこはさすがにクレジット表記を変えてほしいんですけども、一応このリーズシェイプカーブに関しても Python の実装があるはずなんで、あるらしいんで、なんか誰かこれを実装して変なワイヤーフレーム作ってもらえたら面白いなと個人的に思ってます。お願いします。コンテッドで。そして TDS サブリに出てください。お願いします。ちなみに僕は全くこのアルゴリズムを理解してないです。雰囲気で、ドゥビンズパスに関しては C++ のコードが Web に乗っかってたんで、そいつをただ適当に変更して作っただけなんで、僕は全くこの内側で何をやっているのかっていうのを理解しないまま作ってます。こういう感じで。はい。すいません。いやいやね。はい。わかんないです、これ。でもすごい。なるほど。こういう感じで、なんか線のつなぎ方いくとってもいろいろありますよっていう。個人的に好きなのはグローブっていうつなぎ方。これも似たようなもんなんですけど、さっきの普通の線の間の太さを変えながらつないでいくっていうのにすごい似てるんですけども、今度は各点に対して方線ではなくてスケールを与えてやる P スケールのアトリビュート、大きさ、その各点の大きさっていうのをランダムに与えてやって、でその大きさで書いた、球同士をこうむにゅっとつないでやるっていう。接点同士、隣り合う点の接点同士をきれいにする。接点ではなく、なんていうんですかね。点の P スケールのアトリビュート、なんて言ったらいいんだろう。今、ランダムに、スケール、大きさっていう値を加えてやってるんですけども、はい。多分これを普通に、ポイントで、サークルで、ビジュアライズしてやると、ちょっと待ってくださいね。点ごとに大きさがある状態になってるんですよね。こういう感じで。で、この大きさのある状態で、円を作ってやって、その円同士をむにゅっと粘性のある接着剤みたいなもので繋いでやるっていう、こういう感じで。でこれはやってることは、ただのスイープノードなんで、雰囲気で見てもらえたらいいんですけど、このブロックで、これは、僕はよくフーディニを落としてしまうんで、はい、すいません。時間ちょうどなのでそうですね。そういう感じで。はい。あと何個ありました？いや、これが最後です。よかったです。
じゃあ、ちょうどいい感じだったので、まあ、ここまで前半聞いてた皆さんならまあわかるでしょうっていう感じで。そうですね。